築52年の家を田舎に買いました。平日会社員の僕が週末 DIY で駐車場、水場、床全部直す DIY 日記です。こんにちは、しぎです。本日も築52年 DIY 日記をお送りしていきたいと思います。今回の動画では綿壁をクロスで直接貼るための施策をしてみたりとか、階段のところにある危ないところのクロスを貼ったり、大家仲間が来たっていうところでうまくいっている人のマインド論みたいなところについて今回の動画ではお見せできたらなっていうふうに思ってます。今映っているところがちょうど綿壁のところになります。この DIY とかを売る前は全部砂壁っていうので一緒にしてたんですけど、一般的に砂壁って思っているものでも綿壁のものがあって、分かりやすく言うとキラキラしたものが見えるやつが綿壁だと思ってくれていいと思います。この綿壁っていうのがすごくクロスを貼りづらいものかなというふうに思ってます。砂壁だとクロスの糊が多いものであったら貼ろうと思えば貼れるんですよね。でも綿壁だと糊が多いもので貼ると、そもそも綿壁ごと糊にくっついちゃって剥がれてきちゃうっていうことになるんですよね。よくそういった剥がれるところにはジョイントコークっていうのを使って無理やりくっつけたりするんですけど、そういったのを使ってもそれ綿壁にしっかりくっついてそれこそ剥がれてきちゃうっていう、綿壁ごとジョイントコークでくっつけるっていうのにはパワーが弱いっていうことになります。それのいい対策方法として綿壁に温度を水に混ぜて溶かしたものをローラーでつけて綿壁自体を硬くさせてからクロス壁紙を貼るとねいいっていう風に言っている大家さんがいたんで、それを今回は実践していってます。そもそもボンドを薄めたものをしなくてもホームセンター行ったらそれを下地にできるようなシーラーっていうものの専用のものも売ってたりするんですけど、それすら節約をする人たちが築古 DIY 応援の仲間ではねいるっていうことで、その裏技をちょっと実験してみてます。そもそも下地としてっていうところでスクレーパーですごくブワブワしているところをね取ったりしてるんですけど、それでもボロボロすぎてどうにもいかないんで、まず貼ってって薄めたボンドをねローラーで染み込ませていってます。でそれした後に2日ぐらい置いたんですけど、結果だけ言うとね全然うまくいかなかったです。濃くなったかな、ちょっと硬くなったかなぐらいで、する前よりは貼りやすくなったのかなっていうふうには思うんですけど、正直ね劇的に綺麗に貼れるようになったかって言ったらそんな感じはしなかったです。こういったところは綺麗にする場合だったら諦めてベニヤ貼ったりとか鉄鋼ボード貼ったりするのがいいと思います。そうじゃない場合だったらもう直接貼ってから綿壁ごと剥がれたところにシリコンシーランと無理やりつけちゃえばいいのかなっていうふうに思います。これがいいのか悪いのかちょっと置いといて、あんまりそう変わんないんじゃないかなっていうふうには正直思っちゃってますね。それでもしどうにもならなかったら綿壁ごと先にスクレーパーで取っといて下地のところにも直接貼るとかっていう風でいいんじゃないかなと思ってますね。っていうのがまあ感想ですけど、実際ねこうやって腫れてること自体がボンドを使っててローラーしたからなのかもしれないし、そこら辺は分かんないですね。でもまあ今回はやった感想としてはそんな感じです。階段の部分の砂壁を今度は貼っていってます。階段のところって、すごく危ないなと思ってやっぱり控えめになるところだとは思うんですけど、他のクロスをしっかり貼った分だけ目立つなっていうところで、今回はねこの物件かなりしっかり直してるので貼っていこうと思います。調べたんですけどプロの方もどうしようもなくてはしごを使ったりとか階段用の三脚があって、その三脚で階段の下の部分を伸ばすっていうやつがあるみたいですね。脚立をいろいろ使ってみたりするっていう感じでやってるみたいです。で今回の場合だと長いね足場がある脚立を階段のところにだけ片足だけ乗っけて、その上に脚立を乗っけて近場のところは貼っていって、で奥のところは外壁とかで使うような長いはしごをね僕持ってるんで、そのはしごを使って壁紙は貼りました。結構怖いなって思いながらも気をつけながら作業していってます。これ今ねはしごの一番上に登ってたんですけど、安全衛生の講習とかも受けたことがあるんですけど、このはしごのね一番上には登っちゃいけないです。こんな風に施工したらちゃんとした現場だと怒られます。本当は自分もこうやって仕事してるんで労災に入りたいなっていう風には思いますけど、自分みたいな一人でやってるのは労災っていうものでもないんで、医療系の保険を手厚くしましょうって保険会社の人には言われたんですけど、それもなんだかなって思いながらまだ結局何もしてないっていう感じですね。こんな感じで脚立でねやっていってます。この脚立すらもできない時は横にネタビスで作っちゃってそこの上に合板を引いてやったりするっていうのを、大工さんは聞いたりしてますね。
今回の場合ははしごでなんとかなったんで良かったかなっていうふうに思います。でも本当このクロスを貼るだけで全然もう印象が変わるんじゃないかなって思います。すごい清潔感があってちゃんとリフォームされてる物件っていうんですかね、本当に良くなったと思いますね。ここの2階の服部屋の壁紙を貼り終わりました。こんな感じでこうやってクロスを貼るだけで部屋が明るくなったなっていう風に思います。今ね、大家仲間の方が遊びに来てくれて一緒にね作業していってます。この方ね、アパートも所有されてる方で、僕もね勉強がてらというか、この人も愛知県に住んでて岐阜とか愛知県で持ってる方なんですけど、境遇が似てるっていうこともあって親しくさせてもらってます。 DIY する大家の中だと暗黙の了解なのかわかんないんですけど、物件をね手伝いに行ったら手伝いし返すみたいな、そういう文化があるみたいというか、僕もね一回手伝いに行ったこともあって、だから手伝いに行きますよみたいな感じで言ってくれて手伝いに来てくれてます。この人も副業大家仲間なんですけど、僕からしたらアパートを買ってるっていうのは副業大家業界だと戸建てからアパートっていうのはステップアップなんですよね。アパートを行ってるっていうのは自分からすると格上みたいな存在になるんで、本業の収入でも私よりも稼いでる人なんで申し訳ないよみたいな、僕が手伝いに行くのはわかるけど手伝いに来られるのは違う気がしますねみたいな、そういう感覚があって、最初いやいいですよいいですよって言ってたんですけど、こうやってうまくいってる方はやっぱギバーの精神を持たれてる方がすごい多いなって思いますね。 DIY 会してる時でもうまくいってる人は仕入れでスイーツを持ってきたりとかギバーが多いっていうふうに思いますね。ギバーって言っても誰にかしこもギバーしていくのはくらい、ギバーの最上級はマザー・テレサなわけじゃないですか。マザー・テレサがお金持ってるかどうかは知らないんですけど、そのボランティアマンっていうわけではないんで、ギブするタイプの人を見極めてギブしましょう、こういう考え方は賛否であると思うんですけど、自分に対してメリットがあるというか、最終的には返ってくるような人に対してギバーしまくりましょうっていうことが、いろんなデータをもとに書かれてるっていう本でした。ギブするっていうのはかなり深くて、例えばうまくいってる人、昔僕がすげえ稼いでる人のカバン持ちみたいなのをしてることがあったんですけど、その人が上の社長と仲良くするための方法っていうので喋っていたことがあって、それが自分より稼いでる人と食事をしている時ほど自分が会計を出せっていうことを話しました。この理由としては、おごられ慣れてないから、そこでおごられる恩を受けたままにしとくっていうのが、うまくいってる人ほど気持ち悪いっていう感覚があって、それを早く返したいんですよね。返したいっていう気持ちが発生するから、食事にも誘ってくれたりもするし、気に入られるからそっちの方がいいっていう、それは僕もね本当に感じますね。恩を返したくなります。そういう風に思える人と関わっていきたいですね。この人と関わってもしょうがないな、威力感じないなっていう人と関わるよりは、この人ともっと一緒に関わりたいなっていう人に囲まれて、自分も切磋琢磨していけるような関係になれるのが理想なんじゃないかなっていう風に思います。今回大家仲間の人を題材にね、ギバーテイカーの話をさせてもらったんですけど、皆さんもこういう本を読んで成功者の共通点みたいなのをパッと浮かぶものがあったりしたら、ぜひコメント欄で教えてくれたらなっていうふうに思います。本日の動画は以上になります。ただいま公式 LINE も開通してまして、そこでは不動産の相談とかを受け付けてます。返事慣れてなくて遅くなったりするんですけど、全員にしっかり返事をしているんで、ぜひ登録してくれたらなっていうふうに思います。うちくるの不動産塾を開こうと思ってます。その時にもし仮に参加したいっていう風に思われている方は、ぜひ LINE 登録の方しておいてください。そこの中でね、一番最初に告知をしようと思ってます。がっつりうまくいく方法をね、伝えできたらなっていう風に思ってます。それでは、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。